ここが起点で、そっからちょっと逆に。はい、本日はこちら、ケンウッドの R-K700 ということで、こちらのですね、ミニコンポシリーズをお届けしようかなと思います。今日もですね、ハードオフに行ってきまして、まあ先ほどちょっと帰ってきたんですけど、もうせっせこ、車からですね、持ち運んで、なんとか今家に帰ってきたんですけど、本当に、今回もラッキーでした。問題があれば、分解修理ですね、していきたいと思います。早速ですね、修理部屋の方に行きたいと思います。それでは、レッツゴー！やってきました。これ。パンチライン。これなんですよ。はい。これが、今回ですね、ものすごくお得に購入できましたんで、もう今から早速紹介の方をしていきたいと思います。こちらの方がですね、スピーカーと、コンポと、あとリモコンですね。こちらが付いている、セットになっています。まあ、リモコンが付いてるだけでもですね、非常にありがたいんですけど、こんな感じですね。コンポ、ケンウッド R-K700、CD 再生しましたが、読み込まないことがあります。ということで、MD 読み込み OK、リモコン付きということで、3300円でした。まあ、ということでですね、まあ、リモコンだけでもかなりお得なんですけど、まあ、それもセットで、スピーカーもセットということで、かなり、状態のいいデッキかなというところですね。こちらの方が何か問題あるのか、CD の読み込まないっていう部分以外に他問題あるかっていうのはもう全くわからないんですけど、もうパッと買った時の印象としてはかなり、状態のですね、いいデッキかなというところですね。で、スピーカーの方もですね、本当に状態良くて、こんな感じで、こう目立つ傷っていうのがあんまりないんですよね。なので、かなり状態いいなっていう第一印象でした。で、もう一台あったんですけど、そちらの方がちょっと高くて、単品のこのデッキだけ、リモコンも何本ついてないのに、5000円しているんで、ちょっと不思議だなというところです。おそらくこの CD が再生しない、再生ちょっとできない時があるっていうことが、まあ値段を安くしているのかなというところですよね。こちらちょっと確認してなかったんですけど、スピーカーじゃあどんな感じか見ていきます。お、綺麗。よかった。はい。まあ、こんな感じで。で、全然割れもないし、割れる気配もない感じの、ウーファーですね。ああ、よかった。ふぅ。で、もう片方ですね。はい。こちらの方も開けていきます。どんな感じか。で、ネットの方もですね、こんな感じで、はい。なかなかいい状態ですね。になってました。お、こちらの方も状態は最高ですね。で、よくあるのがここ。なんていうんですか、この凹凸。これがですね、割れてることとかもあって、それがですね、見えない、部分になっていたりして、家で気づいて、みたいなことが、本当のごく稀にある感じですね。まあそういったこともなくて、本当にいい感じでした。後ろの方はこんな感じになっていて、こんな、スピーカーの接続がこういうタイプっていいですよね。穴にこう刺すタイプよりもなんかこっちの方がなんか高級感ある感じがします。LS-K701 ということで、こちら純正の、セットになっていますね。3分の1、3分の2、3分の3ということで、1、2、で、3ですよね。はい。付属品は1カウントしてないですね。はい。っていう感じになっています。こんなビニールで、今回も覆われていて、こら、セト、こら、セト。こんな感じで、まあ、ハードオフって言ったらこういう、定番になるんですけど、ぐるぐる巻きで、まあ、こんなしてですね、リモコンがついてましたんで、ちょっとこれ確認していきましょうか。よいしょ。まあ、そんな感じの、リモコンがついてました。で、ケンウッドのこのリモコンって案外高いんですよね。リモコン単体で買いに行こうと思っても結構高いんで、こちらの方がついてるだけでもお値打ちかなと思います。これがちょっとね、ついてなかったら、ちょっとこれ購入するかちょっと悩んだんですけど、これがなかったらちょっと考えますね。このひんむいて、
こちらをですね、ひんむいて、捨てます。これは。コンパクトディスクステレオシステムということで非常に長い名前なんですが、コンパクトディスクシステム、コンパクトディスクステレオシステムと。コンパクトな、ディスクの、ステレオシステムということですね。で、こちらの方が、メイドインチャイナ。っていうことですよね。はい。で、2005年製ということで、17年ぐらい前ですよね。になっています。で、機能としては、こちら、ラジオと FM と AM ですよね、これ。の、アンテナと、で、こちら、ルームイコライザーマイクインっていうのがついてますね。あ、そうか。これがあるとですね、部屋のセッティング音響環境を調整してくれるんですよね、確か。今回それはついてない感じですね。で、これはアースか。これはアースで、フォノインある。フォノに、AUX と。で、テープ、レックとプレイということで、なかなかですね、古いタイプの、オーディオも扱える、コンポになってますね。サブウーファープリアウトということで、重低音の鳴るウーファーに接続していく感じですよね。スピーカーのユニット接続用の端子になってます。そんな感じですね。で、こんな感じの、なかなかですね、私、この後ろに、見ていただくと、ぴっちり、かっちりこう並べたいなということでですね、こちらちょっと並べているんですけど、ほんとこのピチッとしたこの感じ、大好きなんで、ちょっとこのシリーズはですね、ちょっと大きさ違うので、はい、この後ろのシリーズとはちょっと違うんですけど、でもこれはこれでね、なんかクラシックな感じもするんですけど、クラシックなアンプっていう感じがするけれども、MD にも対応していると。CD も聴ける。フォノも、入力すればいけると。そんな形になっているので、なかなかいい感じですね。つまみなんかこの辺がですね、ちょっと古臭い、感じがあるんですけど、それが逆にこの、コンポのいいところなのかなというところですよね。最新鋭の機能も備えつつ、古臭い感じもあると。なんていうんですか。わがままをこう、受け入れたデッキなのかなというところですね。はい、それではですね、こちら、今からですね、セッティングして、どんな感じかっていうのをちょっと、まず検証してみようかなと思います。ちょっと今回からですね、こういうものを作りました。これ釣りのケースなんですけど、これにですね、こういう感じで、いろんなタイプの種類ごとにこう入れて、取り出しやすくして、かつ、なくさない。っていうようなこういうボックスを作りました。で、これが修理キットっていうか、セッティングしたりするときに何かしらこのいるかなっていうような、ボックスにしてます。よし。じゃあ、スピーカーの線を接続していきます。バナナプラグを、今ですね、スピーカーの方もバナナプラグ対応していますね、これ。戻していきます。あれ？コネクターに接続したらですね、電源つきましたね。電源がですね、つくっていうのが分かってしまいました。電源オン！とりあえず電源上がりましたね。上がりました。よっしゃ。で、なんか D バスとか、いろいろあるものの、ちゃんと反応はしますね。ただちょっとね、これ、ディスプレイが、微妙にムラがあって暗い感じですね。これ今、モニター越しだと、なかなか綺麗にこう映ってるんですけど、目視でいくと、ちょっと薄い。これよりも薄い感じがしますね。これでちょっと音楽を聴けるか、やっていきましょうか。ソニーの MD になってます。これを入れて、まず MD からですよね。で、MD 再生、リーディングということで、多分大丈夫そう。あれ？
音鳴らへん。なんで ?LP に再生対応してるから、多分これ鳴るはずなんですよね。あれ？あ、よかった。流れた。はい。ちゃんと音が鳴るっていうのが確認できました。で、これ今 MD の音なんですけど、はい、ちゃんと出てます。原因は、これ、テスト用の MD で、1曲目、2曲目って無音だったんですよ。で、3曲目入ってたので、今ちゃんと音が出ました。まあ、そんな感じで、はい、MD の方は、とりあえず鳴ってくれたということですね。はい、次ですね。まあ、チューナー一応確認しときましょうか。ちゃんと、はい、こんな感じで出てますね。8020。そうですね。先日ちょっと川口湖。はい、ということで、チューナーもちゃんと問題ないのかなというところですね。こちら CD ですね。今からですね、チェックしていきたいと思います。で、なんといってもですね、こちら CD の方が上にあるので、なんかトラブルがあっても非常に対処しやすいですよね。これは本当にありがたい仕様ですね。で、CD はちゃんとトレイ。トレイちゃんと開きましたね。こちらですね、CD 入れていきたいと思います。はい。果たして読み込まないのか。あ、CD か。チェックディスク。あ、チェックディスク。ちょっともう一回。リーディングと。ああ、確かに。普通の CD 入れていきます。あ、読んだ。いけた。トック読んだらあとはいけるのかな？いけてますね。これも全然機敏に読みますね。全然問題のない感じですね。ただ、トックが読まない時があるという感じですかね。はい。今ですね、10枚 CD を用意しました。で、これがですね、全部読めば、まあまあ問題ないのかなと。まあおそらく CDR が、読みにくい、まあ固有のデッキなのかなというところで、まあ、諦めつくんですけど、一旦この10枚が本当に読むのか、ダーッとこう回していきたいと思います。はい、トック読みましたね。で、再生。OK。あ、読んだ。なんかこれ CD が当たってる音がする。カス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 って。全部読みましたね。はい。ということでですね。まあ CDR がちょっと読みにくいのがあるのかなというところで、CDR をクリーニングして、先ほど読まなかったこの、CDR ですね。綺麗に私の指紋とか、全部取った上でハーハーして、ですね、クリーニングしましたんで、ちょっとこれを、もう一回再生していこうかなと思います。これで変わるか、状態が変わるかですよね。来た来たあれ問題ないんじゃないのこれ。あ、来ました。なんや読みましたね。まあ、とはいえ汚れてる CD はちょっと読みにくいっていうのは、癖があるのかなというところですよね。で、こちらの CD の方はですね、クリーニングするのと、ピックアップのその可変抵抗っていうのがあるんで、まあ、それをですね、ちょっと上げてやるっていうのも一つかなと思うんですけど、まあ、今回ちょっとクリーニング、まずして、10枚読んだので、まあ、一旦クリーニングだけでいいかなと思いますので、まあ、その辺ちょっとやっていこうかなと思います。傷もないし、もうほんと新品で取り出して、置いてるっていうような感じなんですよね。だからかなりお得。これは本当にラッキーでした。今から開閉の方をしていきたいと思います。左右3箇所ずつありますね。はい、それをちょっと開けていきます。ネジを入れるケースですね。
後ろの方が1箇所2箇所、あれはい、それでは本日も、開閉ということで、開閉のおぎぎぎよいしょよいしょ。あ、CD が入れたままなんですよね。 CD 今動かすとこんな感じでシャカシャカ言ってますけど、はい、よし。こちらの一番てっぺんがですね CD 装置になっていて、非常にアクセスが、しやすいデッキですね。これを取ればですね MD の、装置にアクセスができるので、横から見ていただくとこんな感じなんですよね。この CD をパカッとこう上に取るとアクセスは意外と、両方楽ですね。だから本当にメンテナンスがしやすい、よく考えられた、デッキですね。でトランスも、余裕のあるこんな感じですね。大きいなトランスですね。これがここに収まるからこそ、電源コードはシンプルに、こんな感じで、できるんですよね。小型化したらこれが外に出るんですけど、大型化するとですね、これ中にしまえるので、どっちがいいかっていう感じでいくと、私はこっちのが好きですよね。シンプルでいて、コードも、こんな感じで、シンプルになるというところで、はい、余談でした。はい、そんな感じで、この、基板の方がですね、こんな感じになっていて、これが CD の、装置とつながったフラットケーブル。これが MD の、フラットケーブルになってますね。これはですね、前面パネルの、フラットケーブルですね。になってます。で、ここに、電源の、コンデンサー関連、が、基板がついてますね。で、シートシンクがこんな感じであって、結構熱持つんですかね、これ。はい、そんな感じになってますと。CD は、動いた。はい、こんな感じで、一番手前まで行ったら、こう、レンズが隠れるようになってるんですよね。で、これがちょっと特殊な、機構になっているという感じですね。こちらの方のピックアップレンズは、KSS-213CH ということで、こちら Amazon とかですね、すごく安くで、売っている、互換性のピックアップレンズもありますね。手軽にですね、こちら交換とかも、可能なのかなというところですね。これがですね、動くんですよね。ちょっとこう動いてますよね。こんな感じで閉まるんですよね。で、これがちゃんと閉まらないとなんかエラーになったような気がするんですけど、はい。そんな感じで、ちゃんとですね、終点を検知するようになってますね。これをちょっと外していこうかなと思います。ここ1箇所、2箇所。で、3箇所、4箇所。で、このフラットケーブルですよね。これをちょっと外していきます。で、こんな感じで外せますね。フラットケーブルがこんなして繋がってるので、ちょっとこれはですね、外していきます。よいしょ。で、こちらの方が電源と。よいしょ。MD ですね。これがアクセスできる感じですね。ようやくですね。はい、こちらですね。アクセスすることができました。で、これがですね、トレイなんですよね。で、ゴンベルトは、ここですね。ゴンベルトもあると。これを外そうと思うと、外れない。これ、もしかしたら、位相があるかもしれないですね。ずれると、もしかしたら、これ、めんどくさいことになるので、ちょっと外さないようにします。で、これ外さないように、多分これ、位相がずれたらダメだから、外れないようになってるんですよね。こちらレンズ。見えますかね、これ。そんなにね、レンズの汚れはなさそうなんですけど、ちょっとエタノールを使いまして、清掃だけしときましょうか。はい、こんなもんでいいかなと。トレイの開け方はこうですよね。ここのギアをただ単にこうやるだけですね。で、開くとこれが下がるんですよね。で、下がってこ
これを閉めるとカチャッとこれが下がるようになってるんですよね。これで繋いでみて、もう一回ですね CDR がちゃんと認識するかもう一回見とこうかなと思います。ここの突起がここちょうどですね、この間ここにですね入っていくようになってるんですよ。このですね位置がずれるとですね、これがですねうまくこの突起が巻き込まれずにトレイが閉まらないとかなるんですよね。やってもうた。なんかおかしくなりました。あら、なんかあれ、待って、どうしよう、いらんことしたうわ、なんでか動かなくなりました。なんで？今調整してるんですけど、これがですねここに着地するように持っていかないといけないんですけど、これの調整がもうちょいで合いそうなんですけど合わない。これ外して緩めてちょっとギアを調整効くかどうかちょっと見ていきます。これですね、これをちょっと今位相が合ってるはずなんで、で、あれいった？はい、行きましたね。はい、合うようになりました。ひとたびこれ合わなくなると、やっぱりここの、ギアをこれネジ取ってちょっと浮かしつつ、無理やりというかちょっと浮かしてギアが噛まない状態にして、前後、回してここですね、この突起が入るような、調整をする必要があるという感じです。なんか取れたんですよね。これこれはただこうくっついてるだけか。ちょっと開けていきます。はい、問題ないですね。こちらですね CDR、 これ一旦綺麗にはしてるんで、チェックディスクになりましたね。他の CD はやっぱいけるんですよね。ただなんかね、この CD 読むんですけど擦れた音しません？なんか一応読んでるんですけどね、なんかこう擦れてる感じがするんですよね。聞こえますかね？なんか擦れてる音しません？これどっか当たってますよね。なんか CD がシューって言うんですよ。なんかこの辺がちょっと粉吹いてるんで、ここちょっと清掃しましょうか。ちょっと汚れすごいある。汚れてる。非常に汚れがありますね。多分これが悪さして読まないことがあるのかなっていうところですね。でそれでさらに CDR っていう読みにくいこの媒体っていうところでチェックディスクになるんじゃないかなっていう。あれ？えらいスムーズですよね。なんでやろう。これ外すと全然回転問題ないんですけど、取り付けるとカスカスってなんか引っかかりが出てくるんですよ。なんでやろう。ただ置いてるだけやのな。なんか当たってる？この動きでなんか CD 浮いたりしてんのはなんでやろう。小1時間ぐらい、小1時間もないか、30分ぐらいちょっと確認してるとですね、ようやくなんとなく分かってきたのは、これで回すと確かに全然音しないんですけど、ここ持って回すと音するんですね。でこれがなんでか全然分からなかったんですけど、よくよく見るとですね、こいつ
こいつがですね、トレイが開くとこれ下がるんですけど、トレイが閉まるとガチッとこう、上に上がる仕組みなんですね。で、これがですね、ちょっと重みで、ちょっと下がるんですね、微妙に。で、微妙に下がった状態で回すと、こうちょっと、なんか接触してるような音がするんですよね。で、これを、ちょっと上に、ぐっと、これを持ってですね、やると全然音しない。この CD をバチッとこう、押さえる磁石っていうのがあるんですけど、この磁石のところを清掃すれば、もっときっちりバチッとくっついて、こういう音が発生しなくなるんじゃないかなと思ったんで、ちょっと外してみようかなと思います。ここですね、四隅。これをちょっと取って、ちょっとこれ取りました。バネが、こんな感じでついてる。ここと、これが磁石になってますね。ちょっとね、シリコングリスで綺麗に、綺麗にしときましょうか。ね。でもそんな汚れとかなさそうですね。ここもちょっとシリコングリスしときます。ちょっとかずれるんですよね。このバネをですね、もうちょっと弾力性を高めるのはどうかなって今思いました。弱くなってるんじゃないかなと思うので、ちょっと伸ばしていきましょうか。全体的にギュッと伸ばしておきましょうかね。バネがちょっと沈んできてるんちゃうかなっていう。はい、カスカスっと音がしなくなりました。この状態で取り付けやっていきましょうか。チェックディスク出なくなるんじゃないかなってカタカタ言わなくなりましたよ。あら、ここの CD のやっぱ安定度がないからチェックディスクになるんかなと思ってたんですけど、違いましたね。こちらですね、可変抵抗をちょっといじっていこうかなというところですよね。サンガリアの、ラムネ、これをですね、いただきたいと思います。サンガリアのラムネ、はい、いただきます。はい、サンガリアの、ラムネなんですけど、これをちょっと飲んでいきたいと思います。サンガリアの、ラムネですね。こちらの方いただきます。はい、こちらですね。この部分をですね、一旦初期値を記入しまして、それからやっていきたいなと思います。で、右に、ちょっとだけ、もうほんの、右に5度、5度ぐらいかな。はい、やってみました。はい、チェックディスクでした。さらに、今度は逆。ここが起点で、そこからちょっと逆に。逆もあり得るんですよね。はい、読みましたね。よかった。これでですね、あと CD が、普通の CD が読むか、もう一回ちょっと確認だけしとこうかなと思います。こいつだけですね、読んで、他の CD が読まなくなってたら、全然意味がないんで、はい、その場合は戻したいと思うんですけど、一旦これで CD、10枚ぐらいですね、ちょっともう一回確認して、徹底的に、問題が改善されたかどうか、総合的に、ちょっと確認していきます。はい、元気に読んでますね。なんか読むときに、トゥーリっていうのかっこいいですよね。この可変抵抗を右にするから絶対出力が上がるっていうわけではないっていうのが今回分かりましたね。
まあ、こちらの方はですね、今たまたま左に、回すとですね、読めたので、もしかしたら出力が左の方で上がったのかなっていうところなんですけど、ここの部分の部品がなくなりました。あれ嘘ここまで来てそんなアホな。いや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 、ほんとない。スピーカーのこれはあるやろ。お、下かな。あれない。ちょっと最悪やな。型番違ったら合わない。うそや。あったあったあった。ちょっと短いですね、やっぱり。よっしゃ。あ、来た。よし、ちゃんと来た。こちら。リモコンだけちょっと見とこうかなと思います。汚れがないか。はい。ちょっと拭いた形跡はありそうな感じはしますが、一旦大丈夫。はい、一旦大丈夫ですね。なので、リモコン大丈夫でしたね。はい、よかった。はい。ああ、いい音やな、これ。こちらですね、綺麗な、コンポに蘇りました。いやー、これ嬉しい。今回はですね、いい買い物できたかなというところですね。で、CD もピックアップが傷んだら、交換部品として売ってるので、そちらの方もですね、購入して買えるのもありかなというところで、まだまだ使えるんじゃないかなっていうところですよね。まだまだ、あと20年ぐらいは使えるかなっていうところかもしれないんですけど、はい。末永くですね、こちら使っていきたいなというところです。今回も良い買い物ができたかなというところで終わりにしたいと思います。チャンネル登録本当にね、たくさんしていただいて、本当に感謝しかないんですけど、今後ともですね、クオリティを落とさず、こんな感じでですね、マイペースではあるんですが、やっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。本日の、動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。てってってててってってててててててれれてててて